50対50。外国の自動車メーカーが中国で車を作るなら、必ず現地企業と半分ずつ組む。数十年、破られたことのない鉄則でした。2018年、その鉄則が外れます。たった一社のためだけに。第31系、美人系、断れない条件を差し出す話です。差し出された側から見れば、それは完璧な招待状でした。世界最大の自動車市場に誰にも渡されたことのない鍵がついてくる。断る理由はどこにもありません。本当になかったのでしょうか。この動画では中国がなぜ一社のためだけに鉄則を曲げたのか、その交換で双方が何を得たのかを検証します。先に立場を言います。中国側の狙いを記した公式文書はありません。示せるのは与えられた条件と起きた順序だけです。3つの色を置きます。金は中国、正確には産業政策を設計する側です。灰は50対50という鉄則、外資の技術を国内に取り込むために数十年機能してきた仕組みです。白はテスラ、電気自動車で世界を走らせようとする、しかし量産能力に飢えていたアメリカの会社です。差し出す側の事情から、当時の中国は電気自動車への転換を国家戦略に据えていました。国内には育成中のメーカーが並びます。そこへ世界で最も注目される電気自動車の会社を丸ごと呼び込めたら、市場への刺激としても産業への手本としても大きな意味を持ち得ます。鉄則は目的のための道具です。道具は目的が変われば持ち帰られます。ここまでは産業政策の一般論です。この件で何が意図されていたのかを語る公式文書はありません。受け取る側の事情。テスラは当時、量産の壁に苦しんでいました。設計と需要はあるのに、作る力が追いつかない。そして最大の成長市場は太平洋の向こうにあります。関税を越えて輸出するか、現地で作るか。現地で作るなら、鉄則に従って技術も経営権も半分渡すのか。そこへ例外が差し出されたのです。2018年7月10日、テスラは上海市と投資協定に調印します。内容は前例のないものでした。中国で初めての外資 100% 単独出資の自動車製造プロジェクト。合弁相手はいりません。技術を渡す相手もいません。鉄則の例外は書類になったのです。2019年1月7日、上海の工場は着工します。そして関係者の伝えるところでは、許認可から完成までわずか168稼働日だったとされます。土地、民家、電力、労働力、あらゆる扉が先回りして開いていく。招待状には道路の整備まで含まれていました。2019年12月、上海製の最初の車両が納車されます。調印からおよそ1年半、テスラは世界最大の市場での量産能力を手に入れました。速度そのものが招待状の一部だったのです。中国は世界最先端の電気自動車工場を自国の土の上に手に入れました。この時点ではどちらも笑っています。取引は双方にとって本物だったのです。ただ、一つだけ書かれていないものがありました。この破格の条件の値段です。契約書に対価の欄はなく、期限もありません。ここまでを一行にします。断れない条件にはまだ書かれていない値段があるかもしれない。あるかどうかは後ほど契約の中身で確かめます。この手口に古い名前があります。美人系。原理は抗いがたい魅力を差し出して相手の判断を鈍らせることです。刃も城も使いません。使うのは相手が最も欲しがっているものです。この話に当てはめます。差し出されたのは美女ではなく 100% の例外。量産に飢えた会社にとってこれ以上ない魅力でした。受けた側が実際に何をどう検討したのか、その記録は公開されていません。分かっているのは、提示から承認まで数ヶ月だったという決断の速さだけです。この刑の要件は、断る選択肢を頭から消すことです。悪い条件なら、誰でも警戒します。しかし、完璧な条件の前では、検討の重心が受けるかどうかから、いつ受けるかへ移りがちです。なぜ自分にだけという問いの順番は、その分、後ろへ下がります。そして、もう一つ、構造の事実があります。規則と違い、例外は、与えた側の一存で見直せる、ということです。例外の上に立つ工場は、その分だけ長く、与えた側の判断にさらされ続けます。
時間軸から読み取れるのは摩擦のなさです。規制定いっぱいの表明から調印まで数ヶ月。調印から着工まで半年。着工から納車まで1年足らず。国境をまたぐ製造業の立ち上げとして異例の滑らかさです。扉が次々に開くとき、開けているのは自分の手ではありません。受け入れ側の強い協力があった。この速度から言えるのはここまでです。交換の中身を並べます。テスラが得たもの、市場への鍵、単独経営、そして速度、失わずに済んだもの、技術と経営権の半分、中国が得たもの、最先端の工場、産業への刺激、そして世界で最も注目される会社を迎え入れたという海外的な実績。先ほどの中柄を契約の中に探します。結果、開花の欄は空白でした。そして書かれていない代わりに確定していたものが一つあります。この例外を続けるかどうかを決める権利は条件を出した側にある。契約構造上の動かない事実です。冒頭の立場に戻ります。交渉の内実は公開されておらず、美人系という読みは結果から見た本シリーズの解釈です。中国側が公式に語ったのは市場開放という政策の言葉でした。確かなのは例外会社にだけ与えられ、結束がその後意味を変えたという事実までです。決着です。2019年12月、上海製の車両は道を走り始めました。招待状は本物でした。工場も市場も本物です。差し出された魅力に偽りは一つもありませんでした。確かめられるのはそこまでです。そして偽りがないことと取引が対等であることは別の問題です。対等かどうかを決めるのは条件の中身ではなく、条件を見直せる側に立っているかどうかです。ただし、この件には、受けた側の代償があります。例外の工場は、周囲の産業にとって、世界最先端の量産を間近に見る機会になりました。それが狙いだったのかどうかは、確かめられません。確かなのは、機会が生まれたことです。それ以上でも、以下でもありません。美人系、総決します。断れない条件で判断を鈍らせる。教訓は一つです。破格の条件を差し出されたら、なぜ自分にだけかを最初に問うこと。日本企業なら、海外進出で例外的な優遇を提示された日こそ、出口の設計を先に描くべき日です。差し出された美しい条件。では差し出すものが何もないとき、人は何を見せるのか。空情系。その前に、この系の掟を3行だけ置いて終わります。美しい条件に期限は書かれていない。だから、いつ終わるかも書かれていない。そして隣で誰かが見て学んでいる。